はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップル社が2023年第4四半期レポートを公開ということで、解説をしていきたいと思います。こちらのレポートなんですが、リップル社はですね、四半期ごとに毎回ですね、レポートをですね、公開してるんですね。で、今回ですね、その4回目、第4四半期のレポートの方が公開されましたので、そちらの方を僕の方でね、翻訳して、重要だと思ったものを抜粋してですね、まとめておりますので、そちら情報をですね、共有できればと思います。で、全文、見たい方はですね、こちらの方のリンク共有しておりますので、今回の動画の概要欄の方にですね、今回の動画の元記事のリンク貼っておきますので、そちらクリックしていただいて、このリンクですね、クリックしていただきますと、全文の方を見ることができますので、興味ある方はそちらから見てみてください。はい、でですね、題目こちらになります。仮想通貨市場の概要。リップルが SEC に勝利した記念すべき年。第4四半期世界の規制動向。徹底分析 XRP 市場。XRP レジャーの現状。悪用された XRP ウォレット。リップル社の XRP 保有量ということで、紹介の方をしていきたいと思いますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、まず、仮想通貨市場の概要ということで、こちらビットコイン ETF の話がですね、出ております。ビットコイン ETF の承認を引き伸ばそうとする SEC の総力戦にもかかわらず、11の申請に対する前倒し承認が軒並み承認されましたと。これビットコイン ETF ですね。で、取引初日、ビットコイン ETF の累積取引高は45億ドルを超え、ブラックロックやフィデリテなどの有料企業が取引高を独占しましたと。で、まだ初期段階ではあるが、これは暗号業界にとって運命の分かれ道であり、機関投資家による採用と高度な投資家による需要の高まりを示す信号でありましたと。で、CME はまた、これですね、CME はシカゴマーカンタイル取引所ということで、アメリカのシカゴにあるですね、デリバティブ取引所になります。で、CME はまた、縦玉の大幅な急増、第4四半期に約300%増の60億ドルを見ており、現在、先物では最大の暗号デリバティブ取引所となっていますと。で、CME の取引が急増しているのは ETF 承認参加者がポジションをヘッジしている可能性が高いがと。これ、ヘッジって何かと言いますと、現在ですね、保有している現物の価格変動リスクを回避または軽減するために、先物オプション取引において現物と反対のポジションを取る取引をヘッジ取引と言います。つまりは、ETF ね、ビットコイン ETF 出たから、参加はするんですけども、急に急落してね、大損こかないために、反対のポジションをそこで売買してですね、それで取引が急増しているのではないかという形になるかと思います。で、ヘッジしている可能性が高いが、これは暗号資産の別の市場に風を吹き込み、資産分類のさらなる評価に貢献していますと。で、XRP のスポット取引量は第4四半期に力強く回復し、1日の取引量は6億ドルに達しましたと。第3四半期の最低値からは75から100%の上昇になりますと。これは BTC の取引量が全四半期比88%増、イーサリアムの取引量が全四半期の140%増となった市場の他の部分とも一致していますと。で、続いて、リップルが SEC に勝利した記念すべき年でしたということで、2023年、米国で重要な勝訴が XRP の法的地位を明確にする転機となりましたと。7月13日、リップル社は SEC との苦戦を強いられた訴訟で、決定的な勝利を収め、裁判所は XRP それ自体は、連邦法上の証券ではないと判断しましたと。裁判所はまた暗号取引所における XRP 取引を含め、リップル社の XRP の販売と配布の大部分は投資契約に該当せず、従って合法であるとしましたと。リップル社はその重要な勝利を祝う一方で、裁判所がリップル社が機関投資家向けに行った特定の過去の XRP 販売は投資契約であり、従って SEC に登録されるべきであったと判断したことも認めていますと。今後、リップル社と SEC は機関投資家向け販売に焦点を当てた訴訟の救済段階に入りますと。今年3月から4月にかけて、法的準備書面が提出される予定で、その後、裁判所はどの救済措置を適用するかを決定しますと。
で、裁判所の7月の判決以前から、リップル社は XRP の販売方法を変更しており、今後はリップル社の販売が裁判所が明示した法的基準に適合するようにしますと。リップル社は今後もコンプライアンス、倫理、透明性の水準を高め、この分野で成長を続けながら法律の遵守を確保するために必要な資源を投入していきますということですね。で、続いて第4四半期世界の規制動向ということで、国際的にはドバイ金融庁 DFSA がドバイ国際金融センター DIFC 内でのトークンの使用を承認するための申請を受け付け、業界は引き続き前向きな勢いを見せていますと。XRP はドバイ金融庁によって承認された最初のトークンの一つであり、ドバイ国際金融センター内の認可を受けた企業はXRP を仮想通貨サービスに統合することができるようになり、より迅速で効率的なグローバルな価値交換が可能になる可能性がありますということで、これに関してはですね、過去、公式 X の方で、リップルの方ですね、投稿のされてまして、こちらが、昨年の11月3日の投稿ですね。本日、ドバイ金融庁は XRP をその仮想通貨制度の下で承認し、ドバイ国際金融センターの認可を受けた企業は XRP を仮想通貨サービスに組み込むことができるようになりましたということで、詳細に関してはね、こちらにリンク載せておりますので、興味ある方は見てみてください。で、これに関してですね、この投稿に対して、ブラッド・ガーリングハウスさんですね、CEO の方です。この方が引用ポストをですね、しておりまして、ドバイの規制当局は一貫して技術革新に積極的な姿勢を示しており、今回の発表はその最新の例ですと。リップルは暗号に対する規制が明確な地域で、つまりドバイですね。で、さらなる拡大を続けていきますと。これが私たちが今年ドバイでリップルスウェールを開催する重要な、理由ですということでね。で、さらにですね、この半年ほど前ぐらいにもまたね、コメントのされてまして、ドバイフィンテックサミットのステージでお話したように、リップルはドバイで拡大していますと。私たちの顧客の 20% は中東、北アフリカ地域を拠点としており、明確な規制体制が整備されていることから、ドバイが暗号技術革新の重要な世界的金融拠点として発展しつつあることは驚くことではありませんということでね、過去コメントのされてます。で、続いて、徹底分析 XRP 市場ということで、こちらね、本レポートにおいて、リップル社は CC データ、ブルームバーグ、リフィニティビエイコンを含む公開情報源から、市場指標を使用していますと。で、XRP の変動率は90日間の最低値である約 45% に達した後、着実に上昇し始め、11月の中旬頃にはほぼ倍増しましたと。こちらですね。で、この主な理由は BTC ETF、ビットコイン ETF の可能性に対する期待の高まりを反映し、10月と11月の暗号通貨市場全体が反映した XRP 価格の大幅な急騰であったと。つまりビットコイン ETF に、まあね、承認の可能性にね、対する期待の高まりで全てのね、まあ、暗号資産が上がったので、まあ、XRP もそれに続いて、急騰したと。で、続いて取引量ですね。第4四半期は、XRP スポット取引において取引量が増加しましたと。第3四半期の1日平均スポット取引量は、300から450ミリオンであったが、第4四半期の取引量は、11月に倍増し、年末には600ミリオンに落ち着いたと。こちらですね。伸びてますね。で、全体として第4四半期の取引量は第3四半期の最低値から75から 100% 増加しましたと。で、取引所別の取引高ですね。取引量は、XRP の取引量は、バイナンスからバイビット、アップビット、コインベース、OKEX などを含む他の取引所にゆっくりと移行していますということで、こちらの黄色がね、バイナンスで取引されている量ですね。まあ、これ見るとね、はっきりはわかりませんが、まあ、徐々にしぼんでってる形にも見えます。これに関しては記事の中で、バイナンスのね、世界最大手のバイナンスの CEO、ジャオ・チャンポンさんがですね、辞任したということが一つの原因になっているのではないかということで、記事の方ですね、まとめられております。
はい、続いて XRP レジャーの現状ということで、第4四半期 XRP レジャーで XLS30 のバリデータ投票手続きが開始されましたと。この修正により XRP レジャーの分散型取引所 DEX の本来の機能として非管理型の自動マーケットメーカー AMM が、追加されますと。低い、取引手数料と高速性という XRP レジャー固有の利点を持つ XLS30 は流動性収集機関として、機能し、事前に設定されたアルゴリズムに基づいて資金を利用可能にすることで、流動性と市場効率の向上に、貢献、することができますということで、AMM の方でですね、AMM、このままいけば2月14日までにはね、実装されるんではないかっていう話だったんですけども、ちょっとね、バグの方が見つかりまして、そのね、修正手続きと、あと投票をね、下げてしまった人がいたようなんですけども、それに関してですね、もしかしたら、もうちょっと先の方にね、延期になる可能性があるのではないかということで、多数ね、コメントを載されている方がおります。で、こちらに関してはですね、AMM、自動マーケットメーカーの仕組みに関しては、XRP 保有者がですね、流動性トークンを使って、報酬をね、手に入れることができるようになる、かもしれないということで、どういったことなのかということはですね、こちらの YouTube の方で、僕の方でまとめておりますので、興味ある方はそちらから見てみてください。はい、続いて悪用された XRP ウォレットということで、先週、リップル社の共同創設者である、クリス・ラーセン氏の複数のウォレットから XRP を移動させる不正取引が多数発生しましたと。法執行機関はすぐに出動し、取引所アドレスに印をつけ、送金を凍結するよう通告されましたと。XRP レジャーの財団は状況に関する関連データを追跡共有分析することで助け続けてくれましたと。これは単独の事件であり、リップルのウォレットは侵害されていませんということでコメントのされてます。はい、続いて、こちらが最後になります。リップル社の XRP 保有量ということで、リップル社は、四半期初日と四半期最終日に XRP の保有情報を報告していますと。その保有量は2つのカテゴリーに分類されますと。1つは現在ウォレットで利用可能な XRP。もう1つは今後42ヶ月間毎月リリースされる予定の台帳上のエスクローロックアップの対象となる XRP ですと。で、この後者のカテゴリーでは、エスクローが毎月リップル社に XRP をリリースするまで、リップル社はその XRP にアクセスできませんと。で、放出された XRP の大部分は毎月エスクローに戻されますということで、これ何かと言いますと、リップル社がね、保有している、XRP がものすごいたくさんあったんですよね。だから、ユーザーの方はね、一般参加者の方は、リップル社がね、それらをいきなり売ってしまったら大暴落が起きるんではないかっていうね、懸念がされていまして、過去ね。それによって、リップル社があらかじめね、ある一定数量を、閉じ込めておこうと、もうロックしてしまって、売れないように、しようと。で、それがね、2018年かな ?2018 年だったかと思いますけども、毎月ね、その決まった額を、リリースできるようになったんですよね。ただ、これに関しては、リリースして、その余った分、に関してはまたね、作ろう、ロックの方に戻るようです。ここに書いてある通りで。で、2013年9月30日は、リップル社が保有する XRP の合計は、10万、100万、1000万、1億、10億、52億ですね。で、台帳上のエスクローロックアップの対象となる XRP の合計が、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、413億というところだったのが、第4四半期の後半ですね。リップル社が保有する XRP の合計は50億と。で、台帳上のエスクローロックアップの対象となる、XRP の合計が、407億ということで、一応透明性を持ってですね、共有の方をされております。またね、今後もね、こちらはね、公開の方をするかと思いますので、またね、そちら分かりましたら共有の方もしていきたいと思います。はい、ここまでがね、重要部分ですね、抜粋してまとめさせていただきました。でですね、僕の方では、今ですね、リップル関連、あとは XRP レジャー関連全般ですね、毎日海外の方から情報の方を精査してまとめております。できるだけ動画もですね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画も見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄概要欄の方に僕の公式 LINE のリンク貼っておりますので、何か気になることとございましたら、そちらからね、ご連絡いただきましたらすぐに僕の方で答えをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさん LINE 公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。